すみません。仕事中、うっかり女性社員とぶつかってしまった俺。すると、すかさず手が差し伸べられた。しっかりしてくださいよ。まったく。そこには、類稀な美貌を持った一人の女性が立っていた。それは、大の男嫌いで知られる、俺の上司だ。期限を守るなんて、社会人として常識ですよね。気安く名前を呼ばないでください。美人上司に強く当たられ続ける俺。しかし、俺の見合いが決まった途端に、彼女の態度が急変する。お見合いしないで。そして俺と上司は、ある秘密を共有することになる。今までありがとうございました。5年間お世話になった上司に、感謝を込めて深く一礼する。それに対する返事は、元気でね、でも、これから頑張って、でもなく、はいはい、じゃあね。その一言と、面倒くさそうに手で追い払われるだけだった。俺の名前は、上野隼人、27歳。俺は今日、新卒から5年間勤めた会社を退職する。こんな上司の態度も、退職を決めた理由の一つなのかもしれない。プロフェッショナルスポーツ。スポーツ用品の開発から、販売までを手掛ける大企業。対応する種目の幅広さ。品質の高さ。アフターサポートの充実ぶり。どれをとっても、業界ではナンバーワンの一流企業だ。この会社に入って、自分も頑張る人たちをサポートできたら、長年続けたサッカーを、大学時代に足の怪我でやめることになった俺。悩んだ末に、今度はサポートされる側から、する側へ回ることにした。もっと使いやすいスポーツ用品を開発して、怪我をする選手を少しでも減らしたい。そんな希望を抱き、何百倍という倍率をくぐり抜け、ここで働き始めたのだが、やっぱり、外からじゃわからないものだよな。キラキラした宣伝とは裏腹に、会社の内部はドロドロだった。会社にとって、社員はコマでしかなく、長時間の残業や休日出勤は当たり前。自分の経験を活かそうとしても、上司には余計なことはせず、黙って指示に従っていればいいと一蹴されるだけ。スポーツに全く興味のない同僚も多くて、一体何のためにこの会社に入ったんだっけ。そんなモヤモヤは日ごと大きくなり、先日とうとう爆発。俺は退職を決意したのだった。次の職場は、尾身川スポーツか。どうせ中身は似たようなものだろうな。この会社とは比べようもない。ほぼ無名の中小企業。転職面接で、あの大企業からと担当者が驚いていたので、採用の決め手はそこだろう。俺の自己アピールよりも反応が良かったあたり、ここもスポーツには大して興味がないのだろう。お世話になりました。社屋の巨大なビルに別れを告げ、新しく始まる日々のことを思う。何にせよ、またスポーツに関わることができる。向こうで何があっても、それを心の支えに頑張ろう、と。ところが、俺の想像は、ある意味で裏切られた。上野くん、サッカーやってたんだって？新しいシューズを開発してるんだけど、経験者として意見をくれないかな。転職先の尾身川スポーツで働き始めた日、配属された企画開発部で
挨拶をした直後、先輩社員が駆け寄ってきた。それも一人ではなく、何人も一斉に。ちなみに僕は学生時代バレエを。あんまり上手くなかったけど。俺は陸上。私は、俺は面食らってしまった。みんな口々に自分が打ち込んでいたスポーツを明かしてくる。結果を出した人も、そうでない人も、誰もが楽しそうに。前の職場でスポーツ経験といえば、自慢していると陰口を叩かれたり、その一方では、トロフィーの数でマウントを取り合う道具でしかなかったのに。皆さん、好きなんですね、スポーツ。好きだよ。でなきゃ、この仕事はしていないよ。バレエをしていた先輩が、当たり前だというように答える。同じ意見だと示すように、他の先輩たちもうなずく。俺は怪我でサッカーをやめて、本当はもっと続けたかったんですが、それは辛い決断だったよね。はい。怪我さえなかったらと、今でも悔しいです。だから、怪我の予防もできるスポーツ用品を作れたらと。俺は思い切って、この業界に入った当初の希望を打ち明けた。笑われるかもしれないし、余計なことを考えるなと一蹴されるかもしれない。そんな覚悟をした上で。ところが、難しいね、それは。怪我の原因は人それぞれだからな。本人の体質や当日のコンディション、環境なんかも大きく関わってくる。そのすべてに対応するのは無理だろうな。ですよね。思いのほか、みんな真剣な顔で考えてくれた。それだけで十分だった。ここは前の職場と明らかに違う。それを確かめることができたから。でも、面白いね。うちみたいに小さい会社じゃ難しいだろうけど、なら会社が大きくなれば実現するかも。僕らもいつか実現したいアイディアがたくさんあるんだ。一緒に頑張ろう、上野くん。そう言って差し出された手は傷だらけだった。自身で何度も試作を重ね、理想の製品を追い求めている証拠だろう。他の先輩たちも似たようなものだった。こんな手をしている人は前の職場には一人もいなかったのに。こちらこそよろしくお願いします。いつか自分もこんな手になりたいな。そう思いながら先輩の手を握り返す。俺の新たな日々はこうして始まったのだった。長時間のプレーこそ怪我の影響で不可能だが、新しい職場では俺のサッカー経験は大いに役立った。上野くん、走り心地はどうだった？惜しいですね。もう少し足にフィットする感じが欲しいです。了解。俺がシューズの感想を伝えると、先輩はすぐさま改良に取り掛かった。担当者が試作品を作っては、そのスポーツの経験者が実際に使って試す。その流れが、この部署では当たり前になっていたのだ。ちょうどサッカー経験者だけ足りなかったんだ。すごく助かるよ。いえ、俺の方こそ、競技をやめてなお、自分を必要としてもらえるなんて。俺の方こそ、彼らにお礼が言いたい。以前は感じられなかったやりがいが、今はしっかりと感じられているのだった。そうだ、俺も試作品を作っていて、見てもらえたら、キャッ！振り返った拍子に、背後にいた女性の先輩に肘がぶつかる。そのせいで彼女はよろけ、抱えていた書類を床に落とし、周囲に紙が散乱した。
すみません。拾います。大丈夫ですか？俺が慌てて床にしゃがむと、上から別の女性の声が聞こえた。綺麗な声。見上げると、そこには容姿も非常に綺麗な女性が立っていた。ありがとうございます。書類を拾い集め、先輩に手渡す美女。そして俺のことは、きっと鋭く睨みつけた。もっと周囲をよく見ては？はい、よく見ます。動揺し、オウム返ししかできない俺。美女は俺を一別すると、ヒールの音を立てながらオフィスを出て行った。びっくりした。大丈夫でしたか？本当にすみませんでした。ぶつかった先輩に謝罪すると、彼女は何とも微妙な顔をした。尾川さんに目をつけられたわね、上野くん。かわいそうに。尾川さん？尾川って確か。ええ、社長のお嬢さんなの。彼女、大の男嫌いなのよ。はぁ、と、困惑して周囲を見渡せば、他の先輩たちも、俺に哀れむような視線を向けているのだった。社長令嬢の尾川瑞希さんの男嫌いは、どうやら本当の話らしい。女性社員とは普通に会話するのに、男性社員が通りかかった途端、不快そうに顔をしかめる。特に、俺が近づいた時などは、お疲れ様です、尾川さん。気安く呼ばないでください。すみません。まるで汚いものでもあるかのように、その場からさっさと立ち去ってしまうのだった。彼女と出会って以来、俺はため息をつくことが増えた。せっかく新しい職場に馴染み、仕事も覚えてきたところだったのに、あんなあからさまな敵意を向けられては、前の職場のギスギスした人間関係を思い出し、気持ちが落ち込んでしまう。かといって、顔を合わせないわけにもいかないし、尾川さんは営業部のスタッフだ。取引先と俺たちをつなぐ役割をしているので、何かと関わる機会が多い。だから余計にいい関係でいるべきなのだが。新製品の試作、まだですか？先方を待たせているんですが。もう少しだけ気に入らない部分があって、そちらが気に入るか気に入らないかは関係ありません。期限厳守は社会人として常識だと思いますが、今日もまた、男性の先輩が、尾川さんのターゲットになっている。そこに女性の先輩が、まあまあと割って入り、どうにか張り詰めていた空気が緩む。新たなターゲットにならないよう、俺はそっと書類の影に隠れた。社長の影響だろうな、多分。尾川さんが去った後、誰かがぼそっとつぶやいた。社長の？詳しく聞けば、ここの社長は非常に厳しい人物らしい。特に、身内で次期社長の尾川さんには容赦がないという。だから彼女も父親を真似ているのだろうと。でも、厳しいのは男性社員にだけですよね。やっぱり男性が嫌いだからでしょうか。だろうな。それはいかがなものだろうか。いくら嫌いだからといって、男女に差をつけて接するというのは、そんな人が社長になったら、ちょっと嫌だな。口には出さなかったが、俺は納得できない気持ちがした。そっちがその気なら、こっちだって。尾川瑞希という女性を、俺は密かに、できれば距離を置きたい人物のカテゴリーに入れた。ところが、それは後に間違いだったと気づくことになる。冷たい言動に隠されていた、
本当の彼女を知った時に。それは、ある仕事帰りのこと。その日は文字通り、試作のために一日中走り回って、すっかりくたくたで、夕飯は外食にしよう、と繁華街に立ち寄った。その時だった。お母さん。泣かないで。大丈夫。すぐお母さんに会えるからね。近くで子供の泣き声と、優しく慰める女性の声が聞こえた。俺がする方に注目して、俺は目を疑った。そこにいたのは、小さな男の子の手を引く、尾身川さんだったのだ。へえ、子供には優しいんだ。性別が男なら、漏れなく冷たいものだと思っていたので、意外に重い。俺はしばらく様子を伺っていた。そうだ、ちょっと待ってね。男の子に断り、尾身川さんはスマホを取り出す。そして、画面を見せた。ほら、お姉ちゃんちの猫。かわいいでしょ？ほんとだ。かわいい。僕みたいに、お母さんとはぐれちゃったみたいでね。あんまりかわいそうで、放っておけなくて。だから、お姉ちゃんがママになってあげることにしたの。お姉ちゃん、猫のママなの？そうだよ。猫の言葉も喋れるんだから。にゃー。へへ。尾身川さんが猫の鳴き真似をすると、男の子はようやく笑顔になった。それを見て、尾身川さんも、まるで花のつぼみがほころぶように、ふんわりと柔らかい笑みを浮かべるのだった。初めて見る表情に、胸がドキリと高鳴る。普段も美人だが、笑った彼女は、なんて綺麗なんだろう。俺が釘付けになっていると、女性が二人の元へ駆け寄ってきた。健太！あ、ママ！もう急にいなくなるんだから、あなたが保護してくださったんですか？ありがとうございます。いえ、ただ一緒にいただけで。じゃあね、健太くん。もうはぐれちゃダメだよ。男の子の頭を撫で、尾身川さんが親子の元を離れる。まずい、こっちに来る。慌てて俺は物陰に隠れた。ありがとうだって。俺の存在にも気づかず、尾身川さんは横を通り過ぎていく。嬉しそうに頬を緩ませ、スキップするように軽い足取りで。その様子は、普段の彼女からは考えられないほど、とても可愛らしかった。意外な一面を知り、俺にとって尾身川さんは、なんだか気になり、つい目で追ってしまう人になった。そういえば、以前から女性社員には親切だったし、もしかして彼女は、本当は優しかったりして、尾身川さん。私が何ですか？ギクッとして後ろを振り返る。そこには、いつもの不快そうな顔をした尾身川さんが、しまった。誰もいないと思って、つい独り言が。聞こえました？今の。私がどうとか、よく聞こえませんでしたが。そうですか。よかった。不審者を怪しむかのように、こちらをじろじろと警戒する尾身川さん。信用されていないようで、以前は少し悲しかったが、今はお愛子だ。なぜなら、俺も彼女を目で追っているから。綺麗だ。は？やっぱり綺麗ですよね、声。何か特別なケアでも？声？ポカンとあっけに取られたような顔をする尾身川さん。これも初めて見る表情で新鮮だ。わけがわかりません。
私の声が綺麗なんて。その透き通るように白い顔が、みるみるうちに赤く染まっていく。そして、彼女は聞いたことのない大声を上げた。そんなこと、あるはずないでしょ？からかわないでください。いつもより大きなヒールの音を立て、大急ぎで去っていく。その後ろ姿を見送りながら俺は、かわいいよな、やっぱり。ぽつりと、そんなことをつぶやくのだった。これ、私が使っているのど飴です。ある日の昼休み、出会ってから初めて、俺は尾身川さんに話しかけられた。え？乾燥する日はスチーマーで保湿を。昔から喉が弱いので。この間の話、覚えていてくれたんですか？この間って3日前ですよ。その程度で会話の内容を忘れたりしません。喉よりも先に記憶力をケアするべきでは、上野さんは、自分との会話を覚えていてくれたこと、彼女が自ら彼女自身の話をしてくれたこと、いや、それよりも初めて名前を呼んでもらえたことに、俺は少し遅れて気づいた。名前覚えててくれたんだ。また赤くなり、わかりやすくうろたえる尾身川さんがかわいい。もっといろいろな会話をして、たくさん他の表情も見てみたい。そうか。もう俺は。尾身川さん。はい。何ですか急に。何かご用ですか？俺も呼んでみたくなって。ダメですか？ダメです。真っ赤になって怒る尾身川さん。けれど、今度は去っていったりしなかった。それが、俺はとても嬉しく感じるのだった。どうして事前に確認しなかった。重く鋭い怒鳴り声が、夕方の廊下に響き渡る。怒鳴られた女性は、弁解することもなく、ただ深々と頭を下げた。申し訳ございませんでした。今さらこんな初歩的な失敗をするとは、浮ついている証拠ではないか、水木。二度と、このようなことがないよう、努めます。頭を下げている女性は、尾身川さん。彼女を叱責しているのは、この尾身川スポーツの社長、つまり、尾身川さんの父親だった。待ってください。いても立ってもいられず、俺は二人の元に駆け寄る。いきなり割り込んできた社員に、社長はギロリと鋭い視線を向けた。何の用だ、君は。企画開発の上野です。社長、一体何が。企画？では、君にも全く無関係ではないか。社長はそう前置きして、激怒の理由を明かした。事件は今日の午前に起きた。尾身川さんは得意先の小売店に完成したばかりの新製品を持って行った。それが予定とは全く別の試作段階の未完成品だったというのだ。俺にも心当たりがあった。今朝、尾身川さんは用事があってオフィスに立ち寄った。彼女が出て行った後、しばらくして気づいたのだが、机の上に見慣れない箱が置いてあったのだ。もしかしてあれは、近くにあったものと取り違えたのだろう。だが、そんなものは言い訳にならない。こちらのミスで先方に迷惑をかけた。その事実は変わらないのだから。はい、本当に申し訳ございませんでした。再び、深々と頭を下げる尾身川さん。たまらず俺は、彼女の前に飛び出した。待ってください。上野さん？まだ何か？邪魔をするな、
とでも言いたげな眼光にひるみながら、俺は勇気を振り絞り、精一杯の声を上げた。俺たちがもっと早く気づいていたら、気づいた時に、尾身川さんに連絡していたら、いや、試作品を紛らわしい箱に入れていなければ。だから、俺たちは一緒に仕事をする仲間で、だから、これは彼女だけのミスではないと思います。仕事にたらレバは通用しない。知ってはいるが、何か言わずにはいられなかった。なぜなら、尾身川さんがこの世の終わりのように暗い顔をしていたから。子供じみた言い訳だな。それこそ先方は納得しないだろう。わかっています。ですが、だが君の言葉にも一理ある。水木、お前はいずれ社長となる人間だ。お前の判断が社員を動かし、時には窮地に追い込む。だから少しの失敗も許されないのだ。わかるな？はい、社長。わかればいいと、社長は背を向けて去っていった。その背中に一礼すると、尾身川さんも立ち去ろうとする。それを、俺は引き止めた。尾身川さん、何か？彼女の態度や表情は、すっかり出会った頃に戻ってしまっていた。大丈夫ですか？別に、この程度は慣れていますから、お構いなく。というか、もう私に構わないでもらえませんか？迷惑なので。ズキッと、心臓を殴られたような痛みが走る。それは嫌だ。そう思った。だって、俺は、嫌です。俺は、尾身川さんのことが好きなので。は？思わず言葉が口をついてしまった。本当はこんな廊下などではなく、ちゃんとした場所と雰囲気で、ずっと抱いていた思いを告白したかったのに。好きです、尾身川さん。あなたの優しいところや、実は表情豊かなところが、ごめんなさい。他にもたくさん俺は、振られた。そう気づいたとき、すでに尾身川さんは歩き出していた。尾身川さん。社長、父が言いましたよね。いずれ私は社長になると。あなたとは立場が違うので。立場？そんなの、重要じゃない？それは、あなたがお気楽な平社員だから言えるんです。いいですね。何も背負っていない人は、プレッシャーなんて感じたこともないでしょ。確かに。彼女には俺にわからない苦労があるのだろう。沈黙していると、彼女はカツカツと俺の元に戻ってきた。この際はっきり言いますが、あなたと私では身分が違いすぎるんです。私と付き合いたければ、せめて部長が最低ラインです。平社員の分際で告白なんて、そんな分不相応な真似、もう二度としないでくださいね。そう言い放ち、まるで悪役のように、こちらはあざける笑みを浮かべて、尾身川さんは今度こそ去っていった。一方、あっさり振られたばかりか、ひどい言葉でとどめを刺された俺は、尾身川さん、俺は、やっぱり、あなたのことが好きです。心の中で、自分の思いを再確認するのだった。たとえ手ひどく振られようと、顔を合わせないわけにはいかない。それが同僚に恋をする一番の厄介さだと思う。尾身川さん、見てください。試作品は目立つ箱に入れて、オフィスの奥で保管することになったんです。これで間違ったりしないはず。はあ、それから、これ、とうとう完成したんです。前に話した、俺が担当の新作グローブ。そうですか。気まずい。
わざと以前と同じく振る舞う俺に対して、彼女の返事は、はぁかそうですか、のみで、好きな女性といるのに、心は浮き足立つどころか、ずんと重苦しいだけだ。上野くん、ちょっと。だから先輩に呼ばれた時は、正直助かったと思ってしまった。はい、どうしました？ちょっと、社長が君を呼んでいるらしいんだけど。え？何かあったの？あの社長から呼び出しなんて。心配そうな表情の先輩。もしかして首か、左遷かもしれない。先輩たちがざわめく声を背に、俺は腹をくくって社長室へ向かうのだった。そんな覚悟は、社長によってくじかれることになる。いやあ、上野くん、仕事中にすまないな。先日とは別人のような、穏やかで柔らかい雰囲気。かすかに笑みまで浮かべた社長が、上機嫌で俺を迎え入れたのだ。社長、先日は。まあ、座ってくれ。あれは私も頭に血が昇っていた。しかし、おかげで君の人となりを知ることができたよ。え？早い話、君を気に入ったということだ。予想外の告白をして、社長は続けた。俺という社員について、あれから調べていたこと。すると、入社から間もないながら、なかなか仕事で成果を上げていたこと。だから、ますます気に入ったのだと。君が携わった製品は、取引先にも評判がいいようだ。知識も豊富かつ勉強熱心というのは、さすがは業界一の大企業にいただけある。そんな。俺は急に褒めちぎられ、俺は恐縮しきり。しかし同時に淡い期待も抱いた。ここまで父親である社長が気に入ってくれたのなら、尾身川さんとも。しかし、俺の横島な考えを見抜いたかのように、社長は驚きの提案をしてくるのだった。上野くん、君、見合いをしないか？はあ、見合い。見合い？得意先の娘でな。歳は君と変わらないそうだ。そう言いながら、俺の前に一枚の写真を出す社長。そこには、20代前半くらいの、まるでアイドルかモデルのような美女が写っていた。この縁談が決まれば、先方とは親戚関係。取引にも影響があるはずだ。もちろんいい方向にな。君なら理解できるだろう？ですが、君には期待している。いずれ企画、開発部のトップにもなれる器だと。あ、部長への昇進。それを暗示された瞬間、尾身川さんの言葉が蘇ってきた。私と付き合いたければ、せめて部長が最低ライン。つまり、彼女に振り向いてもらう絶好のチャンスだ。ところが、そのチャンスをつかむことは、同時に俺の恋が終わることを意味していた。よく考えなさい。君の人生を左右する話だからな。その言葉とは裏腹に、社長の目には、断ることなど許さないという圧力があった。この縁談を断れば、俺は会社にいられなくなるかもしれない。そうなれば、尾身川さんとは会うことすらできなくなる。しかし、縁談を受ければ、もう彼女を思うことも許されない。一体どうすれば。はい、少し考えさせてください。俺はそう答えるので精一杯だった。1週間も経つ頃には、どこからともなく噂が広まり、一躍、俺は話題の人物になっていた。あの可愛いご令嬢とだって、まったく羨ましいぜ。可愛いだけじゃなく、性格もいい子だって評判よ。上野くん、よかったじゃない。断るなんてありえないだろう。なあ、受けるんだろ？俺だったら即 OK するね。
あははは、まあ、もう少しだけ考えようかと。周囲の追求を曖昧に交わし続け、俺はすっかり疲れてしまった。それなら、さっさと社長に返事をすればいい？そうもいかない理由が、彼女の存在だった。尾身川さん。限りなく望み薄な恋だと、頭では理解しつつあるのに。彼女の姿を見るたび、社長の元へ行こうという決心が揺らぐ。だから、ずるずると返事を先延ばしにしているのだった。その日の夜、一人で残業をしながら、俺は尾身川さんのことばかり考えていた。この日も彼女は綺麗で、そして優しかった。ゴミ箱から溢れたゴミをさりげなく拾い、大荷物を抱えた同僚に手を貸して、男性社員への態度も、いつの間にか和らいでいるように見えた。彼女が相変わらず冷たいのは、もはや俺にだけなのかもしれない。そっか。ははは。すっかり嫌われちゃったな。結構仲良くなれたのに。いや、そう思っていたのも俺だけだったりして。あんなに綺麗で優しいんじゃ。尾身川さんこそ縁談が来て当然だよな。他社の出世頭に、どこかの社長、あるいは取引先のイケメン。彼女ほどの女性なら、どんな有料物件も選び放題だ。何も中小企業の部長程度を選ばなくたって。諦めるか、もう。諦めきれないが、諦めた方がいいのだとも思う。社長令嬢と平社員では、彼女の言う通り、身分が違いすぎる。もともと分不相応な恋心だったのだ。お見合いをすれば忘れられるのかな。それなら、何をですか？うわ！いきなり背後から声をかけられ、椅子から飛び上がるほど驚く。恐る恐る振り返ると、そこには同じく驚いた顔の尾身川さんが立っていた。びっくりした。急に大声を出すから。すみません。でも、どうしてここに？もう誰もいませんよ。まさか自分に用があるとは思わない俺。もう夜も遅いので、早く帰るべきだと伝える。ところが、彼女は動こうとしなかった。お見合いするんですか？ああ。あれだけ噂になれば、彼女の耳に入らないはずがない。けれど、知られてしまったからには、明日、社長のもとに行こう。その覚悟を決め、俺は、はい、とうなずいた。せっかくなので、会うだけ会ってみようかと。これも何かの縁ということで。縁。でも俺なんか、社長のお嬢さんにはふさわしくないですよ。きっと向こうが断るに決まって。そうよね。噂になるほど可愛い子だし、私より若いし。尾身川さん？何か様子が変だ。いつも凛と前を向いている彼女が、今は下を向いて震えている。性格だって、とっても素直で優しい子だって。え？思わず椅子を蹴るように立ち上がる。尾身川さんの澄んだ瞳からは、ポロポロと大粒の涙がこぼれていた。どうしたんですか？何が？私とは、大違い。全然、かないっこない。あなただって、きっと好きになる。私だって、上野くんが好きなのに。そうつぶやくと、尾身川さんは顔を覆い、わーっと声を上げて泣き始めた。尾身川さん、今、行っちゃった。子供のようにしゃくり上げ、さらに大きな声で泣く尾身川さん。彼女が落ち着くまで、俺は情けないことに、隣でおろおろし続けるしかなかった。お見苦しいところを見せたわ。
ごめんなさい。10分近くも泣き続け、尾身川さんは、ようやく落ち着いたようだった。どこかすっきりした表情なのは、思い切り泣いたせいだけではないだろう。さっきのは本当ですか？確信に踏み込むと、彼女の顔は一気に赤くなった。けれど、もう取り乱したりはしない。そうよ。私、上野くんが好きなの。お見合いなんて本当はしてほしくない。でも忘れて。あなたと付き合うことはないから。どうして？せっかく実は両思いだと分かったのに？戸惑う俺に、尾身川さんは理由を語る。それは彼女にとって辛い記憶だった。営業部の同僚で、前にも好きになった人がいたわ。思い切って告白したら、向こうも私を好きだって。あんまり嬉しくて、つい父にも話してしまったの。だけど、それが間違いだった。間違い？二人が恋人になった直後、社長は男性に見合い話を持ちかけた。ちょうど俺と同じく、昇進話をちらつかせて。すると男性は、あっさり尾身川さんを振ったのだという。お見合い相手は、もっと大きな会社の令嬢だった。美人で性格も良くて、彼はそれなら向こうの方がいいって。私のことも社長の娘だから近づいただけだって。そんな、ひどい。その男も社長も。今は会社を辞めて、あちらの婿養子になっているそうよ。会社の業績は右肩下がりらしいけど。だからもう吹っ切れたわ。尾身川さんは笑顔を見せた。けれど、それはすぐに曇ってしまった。父は自分が決めた相手と私を政略結婚させたいの。そのために邪魔な存在。私が好きになる人はことごとく遠ざけてきたわ。いつも同じ手を使ってね。縁談を受けた男性はあっさりと彼女を捨てて、縁談を断った男性は社長の報復を恐れて自ら去り、彼女の恋は何度も悲しい結末を迎えた。だから彼女は男性を信じられなくなってしまったのだ。私は娘だからこそ気づいてしまったの。父があなたに目をつけたって。だから、あんなわざとらしい演技を？身分が違うとか、平社員の分際でとか、平社員の分際でとか。気づいてたの？もちろん。だって好きな女性のことですから。何でもそつなくこなすのに、演技は下手なんだ。あの時の俺は、ひどい言葉をぶつけられながら、彼女の新たな一面が知れて嬉しかった。だから少しも傷つかなかったし、むしろ、もっと好きになりました。敬語じゃなくなっているのも、仲良くなれたみたいで嬉しいです。嘘。いつから？やっぱり今も、男は信じられない？俺の問いかけに、尾身川さんは少しうつむいて、やがて、とうなずいた。まだ少し。だけど、信じてみようとはしてるの。男性社員の皆さんも、いい人たちなのはわかっているから。それは困るな。困る？上野くんがどうして？だって、今でさえ、社内で尾身川さんブームが起こりかけてるんだから。前より優しくなったとか、やっぱり綺麗だよなとか。これ以上ライバルは増えないでほしいのに。何それ。上野くん、意外と自分勝手ね。呆れたように、眉を下げて笑う尾身川さん。やっぱり笑った顔が一番よく似合うし、俺は彼女の笑顔が大好きだ。どうしたら、俺の隣でずっと笑っていてくれるだろう。
尾身川さん、水木さん。念のため聞くけど、無職の男は嫌い？何？急に。人によるかしら。俺が明日無職になったら？明日いきなり？そんなの決まってるでしょ。隼人くんを嫌いになるなんて無理に決まってる。その言葉と微笑みが俺の背中を押してくれた。水木さん、明日二人で社長のところに行こう。そして翌日の朝、社長の顔をまっすぐに見て、俺はきっぱりと言い切った。お見合いは辞退します、社長。俺は水木さんを愛しているので。社長は並んだ俺と水木さんを睨みつけたが、もうひるんだりしない。お互いの気持ちを確かめた今。怖いのは最愛の人と引き離されること。ただそれだけ。そして、そうさせない方法を二人で話し合ってきた。私は認めないぞ、水木。縁談を断る以上、単なる平社員の男に利用価値はない。つまり、お前にはふさわしくないということだ。自分が気に入らないの間違いでしょ？水木さんが言い返すと、社長は少し面食らった顔をした。娘としても、次期社長としても、ずっと言いなりになってきた。けれど、もう言いなりにはならない。昨夜、彼女はそう誓ったのだった。本気なんです。俺たちを認めてください、社長。お願いします、お父さん。二人で同時に頭を下げる。しかし、帰ってきたのは、認めないという一言だった。では、どうすれば認めてもらえますか？自力で昇進すれば、俺は水木さんにふさわしい男になれるでしょうか？そんな日は絶対に来ない。上野、お前が会社にいる限り、私が昇進を阻み続けてやる。どれだけ成果を上げても無駄だ。自分は娘にふさわしくないと、お前が自ら身を引くまでな。その言葉に、俺と水木さんは顔を見合わせる。これを待っていたと。だったら、私たちは独立します。なんだと？聞こえたかしら、隼人くん。昇進を阻んでやるですって。こんな怖い社長のもとでは、私これ以上働けないわ。口元を手で覆い、わざとらしく大声を上げて、水木さんは全身でショックを訴えた。俺も苦笑しつつ、それに乗っかる。確かに、ここじゃ会社員としての将来はなさそうだ。いっそ独立して、貧乏でも社長を名乗ろうかな。その方が、水木さんもプロポーズを OK してくれそうですね。プロポーズ？そんな、ちょっと気が早いわよ。俺が割と本気の冗談を言ったり、水木さんが赤くなりつつ、まんざらでもなさそうにする間、社長は無表情で、俺と水木さんの顔を交互に見比べていた。そして、しろ。勝手にしろと言ったんだ。その代わり、私の邪魔をするなら容赦しない。どんな手を使ってでも潰してやる。その覚悟があるなら、独立でも何でもすればいい。そう吐き捨てて、社長はくるりと背中を向けた。その背中に、俺と水木さんは頭を下げる。短い間でしたが、お世話になりました。さよなら、お父さん。やがて俺たちは、周囲に惜しまれつつ、会社を去る。そして、新会社設立に向けた準備を進めるのだった。もちろん、様々な困難も二人で乗り越えながら、それから数年後、現在、俺たちは結婚し、二人でスポーツ用品を製造、販売する会社を経営している。主力商品は、
あらゆる原因を研究し尽くし、とうとう開発に成功した怪我を防止するユニフォームシリーズ。最近ようやく軌道に乗り、順調に売り上げを伸ばしているところだ。そろそろ結婚式を挙げたいな。水木のお父さんも招待して。隼人に賛成。きっと喜ぶわ。ああ見えて意外と涙もろいのよ。へえ。それはがぜん、頑張って準備しないとね。本人は隠しているつもりだろうが、俺たちは知っている。会社が軌道に乗るまで、社長、義父が何かと陰でサポートしてくれたこと。あれほど水木の政略結婚に固執したのも、単に会社を大きくするためだけではなかったのでは、と、最近よく考えている。母を早くに亡くして、頼る人が義父しかいなかった水木。いずれ一人になってしまう娘を、恋人たちはちゃんと支えられるのか。大きな誘惑や不安があっても、彼らが水木のそばを離れていかないか、見極めてやりたかった。そんな意図も含まれていたのではないか、と。ずいぶん恨んだけど、そろそろ許してあげようかな。だって、おかげでこんなに素敵な人と結ばれたんだから。俺の顔を見て、最愛の妻が笑う。やっぱり、今でも笑顔が一番似合う。この笑顔も、彼女自身のことも、いつまでも守り続けます。俺は遠くにいる。もうすぐ会える義父に誓うのだった。大切な人の存在。それはパワーの源だ。新しい世界に踏み出せたり、大きな存在に立ち向かえたり、以前の自分では考えられないようなことも、大切な人を思うだけで、どうってことないように思えてしまう。そんな存在が、いつもそばにいることは、俺の人生で最高の幸せだ。みそじの生き遅れニートは出て行ってください。邪魔なのよ。仕事も結婚もできない親のすねかじりが。義妹は私に対してそう言い放ち、きびすを返し、そのまま自室へと戻っていった。彼女は私のことを無職で何もせず、ただただ実家でぼーっと生きている人間だと思い込んでいるようだ。言い返すのも面倒だと思い、私は彼女の一言で家を出ることを決めた。それが、義妹が地獄に落ちてゆく悪夢の始まりだった。私は優子、31歳でハンドメイド作家として在宅で働いている。小さい頃からアクセサリーや裁縫が好きで、暇さえあれば部屋にこもっていろんな作品を作っていた。それが今では仕事となり、最近では本の出版をしたり、サイン会を開いたりと、とても順調に進んでいる。父は3年前に他界し、今は私と母の2人暮らし。母とはすごく仲が良く、ハンドメイド作家の仕事を誰よりも一番近くで応援してくれる心強い味方だ。母のサポートもあり、2人の生活費は私のお給料で賄えている。そこまで贅沢な暮らしができているわけではないが、2人でのんびり暮らせる毎日が私は大好きだ。また、私には3歳年下の弟、タケルがいる。タケルは昨年職場の同僚の女性と結婚し、実家を出た。タケルの妻はマイさんというのだが、私は正直なところ彼女が苦手である。彼女は派手な金髪に濃い化粧をしていて、ブランド物のバッグやアクセサリーを身につけている。見た目も金遣いも派手で、私とは正反対だ。彼女は在宅で仕事をしている私のことをニートだと思っており、会うたびに見下したような言葉を投げかけてくる。お姉さん、仕事してるふりして、本当は何もしてないんじゃないですか？在宅で仕事なんて嘘くさいですもん。
どうせ会社じゃ通用しないからニートするしかなかったんですよね。とこんな感じ。彼女は私の仕事内容を全く把握していないようだったが、こちらから説明する気にもならず、私はいつも聞き流していた。そんなある日、タケルとマイさんが勤めていた会社の業績が急激に悪化し、二人はリストラされることになった。どうやらかなり大幅なリストラが行われたらしく、二人もその対象となってしまったのだ。退職直後は失業保険と貯金で何とかやっていたようだが、そのお金が尽き、アパートの家賃が払えなくなってしまった二人は母に実家に住まわせてほしいと懇願しにやってきた。母は仕方なく了承し、そこから4人での生活が始まることとなった。タケルは毎日ハローワークに通い、仕事探しと面接に明け暮れている。しかしマイさんは仕事を探す様子もなく、毎日実家でゴロゴロするだけだった。また家事は一切手伝わず、料理も洗濯も掃除もすべて母がやっていた。弟夫婦はタダで住めるから実家に転がり込んできたのだと分かってはいたが、あまりにも非協力的な態度に私と母はうんざりしていた。また、マイさんは相変わらず私に暴言を吐き続けていた。毎日部屋に引きこもって何してるんですか？もう30歳超えたおばさんが働きもせず部屋から出てこないなんて自分が情けないと思わないんですか？私のことを何も知らないくせに、ろくに仕事探しもしてないあなたよりはマシだと思う。私は何度も彼女に反論しようと思ったが、あまりことを荒立てたくなかったため我慢していた。一番の理解者である母、そして私のハンドメイド作品を気に入ってくれている多くの方がいてくれるのだから、マイさんの言葉に振り回されたくはなかった。二人が実家に住み始めてから3ヶ月ほど経ったある日、マイさんの妊娠が判明した。それを機に私と母、弟夫婦の4人で会議が開かれることになった。会議というよりは私と母が無理やり弟夫婦に呼び出された感じなのだが、リビングのテーブルを4人で囲み話し合いが始まった。開口一番、マイさんの口から衝撃の言葉が飛び出した。お姉さん出て行ってくれます？はぁ？なんと、ここに住まわせてもらっている身である彼女が私に対して家を出ろと言い出したのだ。お腹の赤ちゃんのためにお姉さんにはこの家から出て行ってほしいんですよ。ねえ、タケルさん。ああ、そうだな。できればお願いしたい。タケルはどうやらマイさんに言いくるめられているように見える。ノリノリで話すマイさんとは違い、タケルは少し遠慮しているようだった。私、家に引きこもりっぱなしのお姉さんを見てるとイライラするんです。こんな精神状態じゃお腹の子に悪い影響を与えかねないし、それに自分の子供がニートを見て引きこもりになると嫌ですから、分かってくれますか？あまりにも理不尽な彼女の言い分に、私は呆れて返す言葉もなかった。彼女はまだまだ一人で喋り続ける。そもそも娘っていうのは母親の面倒を見て孫の顔を見せてあげるものですよ。これが本当の親孝行であり、あるべき家族の形だと思いませんか？お姉さんは今、自分が親孝行をしていると胸を張って言えますか？言えないですよね。孫の顔どころか夫の顔さえ見せられないですもんね。マイさんは楽しそうに話し、タケルは黙ってそれを聞いていた。じゃああなたは母に対して親孝行をしていると言えるんですか？突然この家に押しかけてきて、家賃も払わずタダで生活させてもらって、家のことはすべて放棄して、それがあなたの親孝行ですか？私はややきつい口調で言い返した。すると彼女は勢いよく立ち上がり、
私を睨みつけて言った。言い訳は結構。みそじの生き遅れニートは出て行ってください。邪魔なのよ。仕事も結婚もできない親のすねかじりが。ちょっと、舞さん。それまで黙って聞いていた母が、ついに痺れを切らして反論しようとしたが、私はそれを制止した。そちらの言い分はよくわかったわ。じゃあ、出て行けばいいのね。そうよ。荷物まとめてとっとと出て行ってください。私とお腹の赤ちゃんにこれ以上迷惑かけないで。彼女はそう言って自室へと帰って行った。タケルも気まずそうな顔でその後を追った。母は大きなため息をつき、優子、大丈夫？と心配の声をかけてくれたが、私は笑顔で大丈夫よと答えた。そう、私は大丈夫なのだ。これが彼女の悪夢の始まりなのだから。お姉さん、あの時はひどい言い方をしてごめんなさい。私ったらすごくイライラしちゃって。でも更年期じゃないですよ。妊婦だから多めに見てくださいね。引っ越す前夜の4人での夕食の時、舞さんは懲りずに嫌味を言いながら謝ってきた。正直彼女の言うことなんてどうでもいいし、本当はこんな義妹と離れることができてせいせいしている。私ははいはいと適当に返事し、母が作ってくれた私の大好物であるミートソーススパゲッティをパクパク口に運んだ。優子、いつでも食べにおいでね。母は私の姿を見て嬉しそうに笑い、そう言った。ありがとう。でもお母さんが一緒においでよ。部屋だって余ってるし、立地もここより便利だと思うし、生活しやすいと思うんだけど。優子の気持ちは嬉しいけど、私はお父さんと一緒に暮らしたこの家を離れる気はないのよ。また、機会があれば遊びに行くわね。お母さんがそう言うなら無理強いはできないしな。その代わり、絶対遊びに来てよ。私は母も一緒に引っ越さないかと何度も声をかけていたのだが、母からはいつも同じ答えしか返ってこなかった。もともと両親は近所でも評判のおしどり夫婦だったので、母がこの家を離れようとしないのもなんとなく分かってはいたのだが、できれば舞さんとは距離を置いてほしかった。しかし、これ以上無理を言ってもしょうがないので、私は単身で引っ越すことにした。いい引っ越し先が見つかってよかったわね。何階に住むんだったかしら。32階だよ。夜景が綺麗に見えると思う。私と母の会話を黙って聞いていた弟夫婦が、と声を漏らした。32階。それがつまりどういうことか分かったのだろう。私はわざと二人に自慢するかのように言った。新築だし、セキュリティもバッチリだし、駅近だから何かと便利そうだし、本当にいい部屋だよ。まさか自分がタワマンの一室を買うとは思ってなかったわ。人生最大のお買い物しちゃったって感じ。ニコニコと笑う母とは対照的に、舞さんの表情はみるみるうちに歪んでいった。お姉さん。何？ボソボソと名前を呼ばれ、返事をした瞬間、彼女は机の上に思い切り拳を叩きつけた。誰がどう見ても切れているのが一目でわかる。舞さんどうしたの？私はとぼけてそう聞いた。それが余計勘に触ったのだろう。彼女の怒りは最高潮に達し、わなわな震えながら私に怒鳴り始めた。あんた、騙してたのね。私たち夫婦に実家と老人を押し付けて、自分は綺麗なマンションで暮らそうなんてふざけるな。馬鹿にするんじゃないわよ。騙すって、出て行けって言ったのはあなたたちでしょ？そんなの関係ないわ。もういい。私たちがそこに住むから、あんたは大好きなママと一生このボロ屋で暮らせ。ニートのくせに調子に乗るな。完全に取り乱しており、今にも私に掴みかかってきそうな勢いだ。舞さん落ち着きなさい。そこで母が一喝。母の声で少し目が覚めたのか、彼女は椅子に座り込んだ。舞さん、
あなたの気持ちはよくわかったわ。こんな古い家で申し訳ないわ。でも心配しないで。私はあなたには面倒をかけないから。もし何か困ったことがあったら優子に相談するからね。あ、いえ、お母さん。それと、優子の引っ越しは邪魔しないでね。事の発端はあなたの軽率な発言なんだから、今更手のひらを返したって許されることじゃないわよ。母の静かな怒りが滲み出ていた。舞さんはおじけづき、黙り込んでしまった。やがて、タケルと二人で自分たちの部屋へ逃げるように消えていった。お母さんありがとう。お互い様よ。一人暮らしは大変だから頑張ってね。たまには実家に顔出すのよ。母に背中を押され、私は明るい気持ちで新生活を迎えることができた。新居のすぐそばには出版社があり、仕事をするにはとても快適な環境だった。引っ越し後、私は今まで以上に仕事に励んでいた。その1ヶ月後、舞さんからメールが届いた。お金がなくて困っている。助けてほしいと。私は家の生活費として毎月30万円を仕送りしていた。私がハンドメイド作家として稼いだお金だ。もちろんこのお金は舞さん宛てではなく母宛てに送っていたが、母が全額独り占めするはずはない。おそらくお金が足りない原因は自身の浪費によるものだろう。これから母になろうとしている人が自分の尻拭いもまともにできなくてどうするのだ。メールの返信をしないまま数日放置しておくと電話がかかってきた。はい。お姉さん、メール見てないんですか？私今本当に困ってるんです。お金がなくて、このままじゃお腹の赤ちゃんにも良くない影響が。お金のことなら自分の旦那に相談してください。頼る相手、間違えてますよ。私はそう言って電話を切った。その後も何度もメールや電話があったが、私は一切彼女に協力しなかった。いろいろありながらも、舞さんはその後無事第一子を出産した。現在も弟夫婦は実家に住んでいる。だがこれは母に何度も土下座を重ねた結果だそうで、同居するなら家事をすべてしてもらうとの条件付きだそう。舞さんはしぶしぶ家事をやるようになったようだ。その代わり母はよく孫の世話を引き受けているという。また、タケルはバスの運転手の資格を取り、再就職して家に少しばかりお金を入れているとのこと。早く自立してほしいものね。子供のためにも、自分たちの将来のためにも。母は以前電話でそう言っていた。それから半年後。ただいま。私は仕事が落ち着いたので久しぶりに実家に帰った。引っ越してすぐに大きな仕事をもらえた私は毎日起きている時間をほとんど仕事に費やすレベルで忙しく過ごしていた。半年かかってやっとその案件が片付いたので母の様子を見に帰ってきたのだった。見慣れた玄関の扉を開けると部屋の中から駆け足で現れたのは母ではなく舞さんだった。お姉さんお帰りなさい。え？ほら、早く中へ上がってください。今日はお姉さんが帰られるって聞いて、いろいろと頑張ったんですよ。私は目の前にいるのが本当に舞さんなのかと目を疑った。同居していた時とは全くの別人すぎて、これは夢なのかと思い、ほっぺをつねってみたがしっかり痛かった。じゃーん、こちら。今日は私の手作りディナーです。テーブルに並んでいるのは、おしゃれな前菜や海鮮料理、パスタやピザなど、たくさんの豪華な料理だった。美味しそうだね。いえいえ、そんな、お姉さんのお口に合うかはわからないんですけど。あからさまにこびてくる感じは否めないが、前よりはマシかと思うことにした。ゆうこ、お帰り。お母さんただいま。リビングで騒いでいた私たちのもとに孫を抱いた母が現れた。私は思わず抱きつきそうになったが、
小さな赤ちゃんに怪我をさせてしまいそうでぐっと耐えた。仕事頑張ってるみたいね。うん、なかなか大変だけど、それでも順調にやってるよ。母はうなずき、変わらぬ笑顔を私に向けてくれた。今日はタケルは遅くなるみたいだし、先に女子3人でやっちゃいましょう。舞さんは一人でかなり盛り上がっており、いそいそとお皿を並べたり、コップを出したりと食事の準備を進めている。私と母は彼女がいない隙に顔を見合わせてくすっと笑い合った。そうして食事を楽しんでいると、やがてタケルも帰宅した。私はタケルに、ちょっといい？と声をかけられ、二人でベランダに出た。タケルどうしたの？舞のことだけど、いろいろ迷惑かけてごめん。タケルは私に頭を下げた。もういいよ。結果的に私もいい方向に向かってるからさ。けど、なんていうか、俺がもっとしっかりするべきだったなって思ってて、母さんとお姉さんに失礼なこともたくさん言ってたのに、俺も舞をきちんと止められなくて。タケルはタケルなりに思うことがあったようだ。私はその謝罪を素直に受け取ることにした。これからはあんたも夫として父親としてもっとしっかりしていかないとね。そうだな。まずは実家を出れるように頑張るよ。姉として弟の前向きな姿がとても嬉しかった。そしてその日の食事会は終わった。お姉さんは久々の実家でゆっくりくつろいでくださいね。片付けは私に任せてください。舞さんの変貌ぶりになかなかついていけなかったが、私は彼女の言葉に甘えてリビングでゆっくりさせてもらうことにした。孫を寝かしつけた母がやってきて、久しぶりに二人でゆっくりと話をした。お母さん、私実家に戻ってこようか？あら、どうして？やっぱりいろいろ心配ではあるしさ。それと来月からもう少し多めにお金を入れようと思うんだけど。母には今までたくさん助けてもらってきたので、私もできる限り母を助けたかった。しかし母は首を振った。優子、お金のことなら心配いらないよ。私、今まであなたが家に入れてくれていたお金は一切手をつけてないから。どうして？このお金は優子が頑張って稼いだお金だもの。自分のために使ってほしいから、私は今後も手はつけないよ。でも、戸惑う私の手を母が優しく握った。もう私のことはいいから、優子は自分のために生きなさい。それが母親にとって一番幸せなことだから。母の強くて温かい言葉に思わず涙がこぼれた。3年前に父が亡くなって、その時にボロボロになっていた母。私はそんな母を絶対に一人にさせたくないという気持ちで、あの日から今までずっと私なりにやれることを続けてきたつもりだ。でも今、目の前にいる母はもうすっかり強さと元気を取り戻している。私は母の言葉を信じ、そして従うことにした。お母さんありがとう。それは私のセリフよ。私たちは二人で笑い合った。その出来事から私はさらにバリバリ仕事をこなし、忙しい毎日を楽しんでいる。また、こんな私にも彼氏ができた。相手は私がお世話になっている出版社に勤める同い年の方で、彼からの猛アタックを受けて交際がスタートした。まだ交際期間は半年足らずだが、すでにお互いの両親には挨拶が済んでおり、あとは時期を見て結婚しようかという段階だ。彼とは私の家で同棲生活を始めた。お互いまだ緊張感や照れくささは残っているものの、二人暮らしはとても楽しく、毎日の生活が鮮やかなものになった。気が早いかもしれないが、これから先、もし子供ができたら、職業で人を判断しない心のきれいな子に育ってほしい。そして、
子供がやりたいと思うことはとことんやらせてあげたい。母が私にしてくれたように、今度は私が我が子を愛してあげよう。その時が来るのが今の私にとって一番の楽しみだ。いつか来るその日のために、私はこれからももっともっと人として成長していきたいと思っている。階段から転倒しそうな女性を受け止めて、そのまま転倒してしまった俺。俺の足が転げ落ちた拍子に押し上げてしまったのか、女性のスカートは大きくめくれ上がって、中の下着まであらわになってしまっていて、それに気づいた女性も慌てて飛び起きるとスカートを直した。夜の暗がりでもわかるほど、その顔は真っ赤。俺は大慌てで土下座する勢いで謝った。すみません。本当にすみません。いいえ、それより。恥ずかしそうに、女性が俺の耳元で言った。このまま、二人でしませんか？俺の名前は渡辺隆、27歳。多方面に事業を展開する大企業、渡辺コーポレーションの本社で働いている。君は資料作成を頼む。君は例の件でクライアントに確認を取って。君はこれから私と一緒に来てくれるか？週末に控えた大きな会議に向けて、ベテラン社員の主任が同僚たちに指示を出す。あらかたの同僚が解散したところで、俺の番になった。渡辺くんは、ゴミを捨ててきてくれるとすごく助かるかな。先ほどまでとは打って変わって、歯切れが悪くなる主任。俺は、わかりました。と席を立った。いいんですか、主任あの人は。俺が離れると、一人の同僚が主任に近寄った。君は移動してきたばかりだったか。元の部署でも有名でしたよ。渡辺さんは社長の一人息子だって。そう。この名字からもわかる通り、俺の父は渡辺コーポレーションの社長。あえて公表はしていないが、それは周知の事実だ。だから、この同僚のように、時々こうして気を使ってくれる人もいるが、いいんだよ、彼は。ゴミ捨てでもさせておけば。笑いながら主任が言う。本当に、その通りで、俺は仕事ができないことで、この営業部では有名だ。昔から人と関わるのが不得意で、特に会話が大の苦手。営業には最も向かないタイプだ。営業部で働いているのは、父が会社を継ぐ者はあらゆる業務内容を知っておくべきという方針だからに過ぎない。これまでもいくつかの部署で仕事を経験してきたものの、いつも最後は決まって雑用に回されるのだった。俺にできる仕事といえば、それくらいしかないから。経理、事務、企画、営業ときて、次はどこだろう。どうせやることは変わらないけど。これでも以前は自分にも向いている仕事があると信じていた。経営者としてバリバリ働く父の息子なら自分だってと。けれど結果は周りを失望させるばかり。そして俺自身のことも。今日も全然働いたうちに入らないけど、たまにはいいかな。情けない自分に凹む気分を晴らすために、今日は仕事が終わると、久しぶりに繁華街まで飲みにやってきた。駅から徒歩数分。あとは目の前の階段を降りれば、この辺りでは有数の大きな繁華街が広がっている。すると、お姉さん、ちょっといいですか？俺の前を歩いていた男性が階段を降りかけていた女性に声をかけた。それに反応して女性が足を止める。そして彼女がこちらを振り向くと、俺は思わず目を奪われた。首元で切り揃えられた漆黒のショートカットがその動きに合わせてふわっと揺れた。厚めの前髪の下にはやや吊り気味のキリッと意志が強そうな眼差し。一文字に結ばれた唇はいかにも真面目で近寄りがたい雰囲気だが、すげえ綺麗ですね。
お姉さん、モデルさんとかですか？男性の言葉に、俺は心の中で何度もうなずいた。タイトなスーツ姿がよく似合う女性は、芸能人と言われたら信じてしまうほど、一般人離れしたスタイル抜群の美人だったから。これから一人飲みですか？よかったらどうですか？一緒に。ニコニコ笑顔で誘う男性に、彼女は無言で少し顔をしかめた。これだけの美人なら、うんざりなほどナンパされてきたんだろうな、と、俺が同情の気持ちになっていると、女性はカツカツとヒールを鳴らしながら階段を降り始めた。ちょっと。無視かよ。ナンパに失敗した男性が舌打ちをしながら、俺の横を通り過ぎる。そんな後なので、誤解しないでほしいけど、単に行き先が同じだけなので、誰かに言い訳をしつつ、俺も女性の後に続いて階段を降り始めた。その時だった。目の前で女性が大きくガクンとバランスを崩した。右のヒールが突然折れたのだ。そのまま彼女は前のめりに倒れていく。そんな光景がスローモーションのように見えた。危ない！とっさに俺は階段を駆け下りて、左手で手すりを掴むと、右手を彼女の背中に思い切り伸ばした。指先がスーツに触れて、かろうじてぐっと生地を掴んだ。と思ったのもつかの間。左手が滑って、今度は俺がバランスを崩した。目の前の女性めがけて、体が前のめりに倒れていく。そこでようやく、女性が俺に気づいた。そのぎょっとした顔を最後に、俺の記憶は、少しの間途切れることになる。ねえってば、ちょっと大丈夫？その呼びかけと、背中を叩かれる衝撃で目を開ける。どうやら、しばらく気を失っていたらしい。俺は階段の中ほど、踊り場に寝ていて。動ける？先ほどの女性の声が、なぜか体の下から聞こえる。それは、俺たちが、まるで重なり合うように倒れていたからだった。すみません。急に動いたらダメ。頭を打っているかもしれないから。慌てて飛び起きようとすると、女性に襟を掴んで止められる。そこで、だんだんと記憶が戻ってきた。俺はとっさの判断で、後ろから彼女の体を抱え込んで、一緒に階段をゴロゴロ転がり落ちたんだった。重いですよね。すみません。今どきます。幸い二人とも大きな怪我はないらしい、と一安心しながら体を起こすと、女性は妙な声を上げて、ふいっと俺から目をそらした。できれば足からどけてもらえると。足？その時、ようやく俺は気づいたのだった。自分の右足はずっと彼女の足の間にあったと。しかも、俺の足が転げ落ちた拍子に押し上げてしまったのか、女性のスカートは大きくめくれ上がって、中の下着まであらわになってしまっていて。それに気づいた女性も、慌てて飛び起きるとスカートを直した。夜の暗がりでもわかるほど、その顔は真っ赤。俺は大慌てで、土下座する勢いで謝った。すみません。本当にすみません。いいえ、こちらこそ、助けてくれたのよね。ありがとう。恥ずかしそうに、女性がブツブツとつぶやく。その時だった。おい、そこの姉ちゃん、大丈夫か？階段を登ってきた酔っ払いのサラリーマンが、俺たちの前で足を止めた。そして、後から登ってきた人々も、ぎょっとした顔で立ち止まる。やだあれ、女の人が男に。誰か呼んだ方が。警察に。警察？どうやら、俺は女性を襲っている変質者だと誤解されている。そのうち騒ぎを聞きつけ、階段下のビルの前にいた警備員まで、どうかしましたかと駆けつけてきて。もう、だからちょっと待ってって言ったのに。突然女性が腕にぎゅっと抱きついてきたと思ったら、俺を立ち上がらせると、彼女はにっこり笑って声を張り上げた。お騒がせしました。なんだか盛り上がっちゃって。さあ行きましょう。
どこに？適当な店に入るわよ。それまでカップルのふりをして。ああ。耳元で囁かれて、ようやく彼女の意図に気づいた。誤解されている俺を助けるために、イチャイチャしていたカップルを装ってくれたんだと。そうだね。どこがいいかな。あはは。我ながら、俺の演技はひどいものだったが、女性のおかげで、俺は警察のお世話にならずに済んだのだった。せっかくだし、一杯付き合って。見ていた人がいるかもしれないし。適当に入った居酒屋で、女性はそう言いながら、グラスをカチンと合わせた。助けてもらったお礼に、ここは私のおごりね。悪いです。名前も知らない方に。それなら、井上舞。女性は自分の名前をそう名乗った。これなら、もう名前も知らない方じゃないでしょう、と。そして、はい、これ。井上さんに差し出された名刺を見て、俺はぎょっと目を見開いた。CEO。そう。これでも私、会社を経営しているの。彼女は、とある IT 系ベンチャー企業の代表取締役 CEO だったのだ。と言っても、1年前、他界した父の後を急遽継いだばかりの新米で、まだまだわからないことだらけの情けないトップだけど。そんな。井上さんが経営する井上サイバーテックは、ここ1年ほどで急に名前を聞くようになった企業。つまり、彼女の手腕が順調に会社を大きくしているということだ。先ほどの起点にしても、かなり頭の切れる人物と言っていいはずなのに、すごいな。きょとんとする井上さんを横目に、俺はグラスのビールを一気に煽った。俺なんか、今会社を継いだりなんかしたら、きっと1年持たずに倒産だ。とびきりの美人で、優秀な経営者で、おまけに、初対面の俺とも臆さずに話せる。高いコミュニケーション能力。そんな井上さんと自分を比べてしまって、俺は、アルコールが入ったせいか、いつも以上に情けなさでいっぱいになった。こんな出来損ないだから、父さんも。まあ、人それぞれ、いろいろあるわよね。私もそうだから。そうなんですか？ええ。見れば、そのグラスは中身がほとんど減っていなくて、手のひらでギュッと握ったまま、井上さんは浮かない表情で少しうつむいていた。実は、あまりうまくいっていないの、私の会社。でも CM だって毎日。広告をバンバン打って、うまくいっているように見せかけているだけ。本当は、社運をかけたプロジェクトの失敗。先代社長の部下たちとの経営方針のぶつかり合い。ライバル企業との激しい競争。それ以外にも、いろいろなものが積み重なって。会社の経営は緩やかに、けれど、着実に悪化しているのだと、井上さんは深いため息をついたのだった。ごめんなさい。関係ない渡辺さんにこんな話をして。いえ、それなら俺が先に。ああ。いっそ、優秀な誰かさんが解決してくれないかしら。今の悩みを全部丸ごと。はは。もう今日は飲んじゃう。はいはい。渡辺さんも飲んで飲んで。グラスを一気に煽ると、それから井上さんはノンストップだった。かなりお酒に強いのか、顔色一つ変えずに次々と注文する傍ら、俺にもどんどん飲ませてくる。下戸な俺は、数杯でベロベロに酔っ払って、減らそう。広告、減らして、のために。このあたりを最後に、俺の記憶は途切れる。目が覚めた時には朝で、スーツのままアパートの床に転がっていて。これなんだっけ？額にはいつの間にか絆創膏が貼られていて、その上には、またね、たかしくん。可愛らしい字で、そんなことが書いてあったのだった。昨日は、どうもありがとう。若い女性の声で、知らない番号から着信があったのは、この日の夜だった。どちら様ですか？やだ、忘れたの？あんなに仲良くなったのに、たかしくんと私。もしかして、
階段から落ちてすりむいた額に絆創膏を貼ってくれた井上さんですか？もう、やっぱり忘れちゃったのね。ひどい。昨日は私のことを舞って呼んでくれたのに。突然そんなことを囁かれて、ドキッと。俺は心臓が止まるかと思った。昨日って、見知らぬ美人と一緒に階段から落ちたこと。その美人、ベンチャー企業の CEO、井上さんと居酒屋で一緒に飲んだこと。俺はようやくそこまで思い出したところで、その後に何があったのか、全く思い出せないのだ。井上さん。舞さん、すみません。他に誰もいないアパートの中、俺は窓の向こうにガバッと頭を下げた。え？覚えていないんです。本当に。昨日の夜、一体何があったのか。初対面だった彼女と連絡先を交換したばかりか、下の名前で呼び合うほど仲良くなっている。つまり、それだけの出来事が俺たちの間に起こったはずなのに、少しも思い出せないとは、なんて自分は無責任な男なんだろう。俺はただ、ひたすら謝ることしかできなかった。すると舞さんは、いきなり吹き出したかと思ったら、クスクスと笑い声を立てて、続いて、おかしくてたまらないという風に、電話口で大笑いを始めた。ごめんなさい。もうおかしくて、きっと何か勘違いしているのが。え？でも、私たちが仲良くなったのは本当よ。たかしくん、あなたのおかげでね。え？俺のおかげ？やっぱり身に覚えのない言葉に、俺が首をかしげると、舞さんは息を整えて、にわかに真面目な声色になった。ありがとう。たかしくんのおかげで、会社を立て直せるかもしれないの。え？彼女によると、昨晩ベロベロに酔っ払った俺は、そのせいか突然饒舌になって、広告費を減らして、浮いた経費は社員たちのために使うべきだ、と言い出したらしい。私は今まで、外から会社がどう見えるかばかり考えていたのね。働いてくれている社員たちのことが見えていなかった。彼らの心が離れていくのも当たり前だったわ。一大プロジェクトが失敗に終わって、一番がっかりしているのも彼らだったのに。まずは、そのケアから始めてみるつもり。じっくり話し合って、私にできることを把握して、心を一つにできたら、きっと協力して会社を立て直せるはず。よかったですね。ねえ、本当に覚えていないの？はい。俺が正直にうなずくと、舞さんは嘘と言葉を失った。もう、役員と各部署のトップを集めて、正式に会議で決定しちゃったのに。え？広告費のカットよ。まるで会社の内情を熟知したような、鋭いアドバイスだって、みんなも感心してたのよ。居酒屋の敏腕コンサルタントに。それ、まさか俺のこと？何の取り柄もないから、どの部署でも雑用に回される。会社のお荷物。社長である父にも期待されていない。ダメな息子。それが俺のはずなのに。舞さんの口から語られるのは、とても同じ人間とは思えない俺の姿だった。その後もすごかったのよ。あれこれ悩みを相談したら、全部ズバッと答えてくれて、それが全部しっかり的を射てる上に、厳しいけれど、温かいアドバイスでね。はあ。その経営に関する知識はどこから？昨日は聞きそびれたけど、もしかして本物のコンサルタント？よかったらまたアドバイスしてもらってもいい？興奮した舞さんの勢いに押されて、俺は結局、また自分の素性を明かせなかったが、彼女とは後日、あの居酒屋で再会することになった。それは27年の人生で初めての女性と交わした約束だった。それから、たかしくん、こっちこっち。目の覚めるような美人が居酒屋のカウンターから手を振ってくる。そんな光景を毎週金曜の夜には決まって目にするようになった。早速でごめんなさい。今日起きたトラブルでアドバイスが欲しいんだけど。ああ、それなら多分。一緒にお酒を飲みながら、舞さんから持ちかけられる相談に、
答えられる範囲でアドバイスをする。その代わりに、社長業で培ったコミュニケーション術を舞さんに伝授してもらう。俺たちは自然にそんな協力関係を築いていったのだった。本当に、たかしくんの経営に関する知識と洞察力はすごいと思うわ。大学で勉強しただけではないわよね。それは、小さい時から引っ込み思案な俺の遊び場は父の書斎だった。その本棚には経営関係の書籍がびっしり並べてあって、いつからか俺も暇つぶしに眺めるようになった。当時はちんぷんかんぷんだったけれど、そこで知識がすり込まれたのかもしれない。そして、最近改めて勉強してるんだ。父の本を借りて。それって、私のために？うん。舞さんと、それから俺自身のために。誰の役にも立たないと思っていた自分が、誰かの役に立って、ありがとうと言ってもらえた。それが嬉しくて、俺には初めて、心から情熱を燃やせる仕事ができたから。必ず、会社を立て直してみせる。きっと立て直せるわ。だって、こんなに心強い味方がいるんだもの。うん。舞さんなら、きっと大丈夫だよ。微笑む舞さんに、俺も応援の意味を込めて、大きくうなずいてみせた。俺も、井上サイバーテックが見事に復活した姿を見たかったから。やがて、業績が回復を始めたと報告を受けた時は、本当に嬉しかった。どうしても、コンサル代を受け取ってくれないの？毎週の飲み代だけじゃ、私の感謝を全然伝えられないのに。十分だよ。正式なコンサルタントじゃないし、それに。それに、こうして、毎週一緒に飲めるだけで、十分すぎるくらいだから。一週間が始まるたびに、金曜日が待ち遠しくて、舞さんと会えなくなるのは考えるだけで寂しい。そのせいだろうか。今日は待ち望んだ報告を受けたのに、なかなかグラスが開かなかった。よかった、本当に。これでもう、舞さんがやけ酒をすることもないね。そうね。ストレスが減ったせいか、最近あまり飲みたいとも思わないかも。これも、たかしくんのおかげね。本当にありがとう。そっか。じゃあ、やっぱり今日が最後なんだな。そう察した途端、俺は想像していた以上の寂しさに襲われた。その時だった。ねえ、また電話してもいい？え？今度は、お酒じゃなくて食事のお誘いで、ダメ？首をかしげて、舞さんが少し不安そうに眉根を寄せる。出会ってから初めて見る表情。途端に、俺は鼓動がドキドキと速くなって、電話するよ。え？よかったら、俺の方から。こんな勇気が自分にあったなんて、この時まで知らなかったけれど、しばらくポカンとした後に、舞さんはゆっくりと表情を変えて、わかった。待ってるわ、たかしくん。にっこりと、眩しいくらい満面の笑顔を見せてくれた。それから、俺たちは週に1回、交互に誘い合って食事をするように。舞さんは、俺より2つ年上の29歳ということ。たまたま俺と同じく、彼女も洋食より和食が好きなこと。仕事終わりや休日の過ごし方。食事と一緒にたくさんの会話を交わして、お互いのことを知りながら、どんどん距離を縮めていった。そんな時だった。彼女が俺にある秘密を打ち明けてくれたのは。まだ、父が元気で社長をしていた頃、会社は一時期、倒産寸前のピンチになったことがあるの。え？腹心の部下だった社員に裏切られてね。憔悴した父は、誰も心から信じてはいけないって、何度も言い聞かせられて、私もすっかり人を信じられなくなった。父を支えてくれていた重役たちや、大事な社員たちでさえも。苦い表情を浮かべながら、舞さんは、けれどと続けた。今は違うわ。たかしくんを信じることにして、思い切って信じてみて、本当に良かったと思ってるの。舞さん、きっかけは酔った勢いと、一人ではどうにもならないほど追い詰められていたせいだった。けれど、会社が復活してみれば、俺を信じるという選択は大正解で、
人を信じるのも決して悪いことばかりじゃないんだと。それまでの価値観が一気にひっくり返った。だから、人を裏切るのが人なら、信じさせてくれるのも人。弱い自分から成長させてくれるのも人なのよね。成長。自分の弱さを乗り越えたことで、眩しいくらいキラキラ輝いて見える舞さん。それに比べて、俺は、店の窓ガラスに映る顔は、今までにないほど情けなく見えて、こんな自分は嫌だ。そんな強い思いが、胸の奥から込み上げてきたのだった。そして翌日、お願いがあります。今日から外回りに同行させてもらえませんか？営業部のオフィスで、いつものように指示を出していた主任に、俺は雑用を指示される前に、初めて自分から声をかけた。渡辺くん。営業を覚えたいんです。うまくできなくても何も学ばないまま、成長しないまま次の部署には行きたくないから、お願いします。勢いよく頭を下げる俺に、主任だけでなく、周りで見ていた同僚たちも面食らっていた。結局、主任は他に任せる仕事もないし、と、俺を外回りに連れて行ってくれた。この日はいかにも渋々という雰囲気だったけれど、明日も一緒に行くか？え？1週間ほど毎日嫌な顔をされても一緒に行きますと後をついて回ったところ、主任の態度は徐々に変化していって。よかったよ、さっきの。君がクライアントの不安を察して、とっさのフォローを入れてくれたから、先方は安心してこちらの提案を飲んでくれたんだと私は思う。主任。やるじゃないか。見直したよ、渡辺くん。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうと、主任が初めて笑顔を見せてくれた。この時を境に、他の同僚たちの目も変わり始めて。惜しかったな。あと1件でノルマ達成だったのに。どんまい、次は頑張ろうぜ。商談のコツを教えようか。たとえうまくいかなくても、次は成功すると信じてくれる。それは、自分たちの一員だと認めてくれたということ。そんな仲間を、俺は会社で初めて得ることができたのだった。そんなある日のことだった。社内で少しずつ見直され始めた俺は、ある大きなプロジェクトへ参加させてもらえることに。そのプロジェクトのリーダーとは、こうして、たかしくんと一緒に仕事ができるなんて、まるで実の息子が成長した姿を見るようで、感無量だよ。よろしくお願いします。おじさん。いえ、常務。父とは旧知の中で、俺も昔からよく知っている。その穏やかで優しい人柄から、鈴木のおじさんと呼んで慕っていた。父の右腕的な存在、鈴木常務。彼がまさか、俺を自分の補佐役に指名してくれるなんて。ははは、緊張しているのかい、たかしくん。さすがに少し、あまりに大役なので。どんなことも経験だよ。そろそろたかしくんも、会社の中枢に関わる業務を学ぶべき頃だ。君の将来を思ってこそ、私は今回の件を社長に進言したんだからね。常務。ようやく慣れてきた矢先だったので、しばらく営業部の仕事から離れるのは少し寂しい。けれど、常務は俺が尊敬する理想のビジネスマン。彼のそばで仕事ができるのは、今よりもっと成長できるチャンスだ。それに、このプロジェクトが成功すれば、少しは舞さんにふさわしくなれるかも。そんな下心もあって、俺は常務の補佐役を引き受けることにしたのだった。ところで、実はまだ、プロジェクトの内容を知らなくて、これから会議で発表とメンバーの顔合わせですか？そう俺が尋ねると、常務はいつもの穏やかな微笑みを浮かべた。すぐにわかる。これから私と一緒に来なさい、たかしくん。え？俺は何も知らないまま、彼に同行を命じられて、やがて、その場所に到着した瞬間、驚きのあまり、ピタッと足が止まり、呆然と目の前のビルを見上げた。ここは、どうした？先方が中でお待ちだ。早く来なさい。はい。常務に促され、慌ててその後を追いかける。そして、
案内された応接室で待っていたのは、鈴木さん。真っ青な顔で言葉を失う。先週も一緒に食事をしたばかりの舞さん。そう。このビルは彼女の会社。俺は何も知らず、常務に井上サイバーテック本社まで連れてこられたのだ。そればかりか、さらなる衝撃の事実を知ることになる。あなた、よくも私の前に、平気な顔で、父を裏切ったくせに。え？舞さんが突然、見たことのない形相で睨みつけた相手。それは、俺の隣で微笑む、鈴木常務だった。何のお話でしょう、井上社長。とぼけないで。15年前、顧客情報を持ったまま姿をくらまして、それを他社に売り渡したせいで、この会社は信用を失って、倒産寸前まで追い込まれたところから、立ち直るのに10年もかかったのよ。あなたのせいで父は働きすぎで体を壊して、あなたが裏切らなければ、もっと長生きできたはずなのに。そう告げられても、常務は、かつて井上サイバーテックを裏切った、舞さん親子の仇は、微笑みを崩すことなく、平然とソファーに腰掛けた。お座りください、井上社長。過去については何か誤解があるようですが、それはひとまず後にして、本日はビジネスのお話に参ったのです。あなたと話すことなんて、もうお帰りください。単刀直入にご提案します。渡辺コーポレーションの傘下に入りませんか？え？どういうことだと、先に声を上げたのは俺だった。そんな俺に常務は、さあと、舞さんの方を向くように促した。君は私の補佐だろう？一緒に彼女を説得してくれないと。それがお父さんのためにもなるんだよ。お父さん？その震える声に、俺はしまったと、頭が真っ白になった。まだ彼女には、自分が渡辺コーポレーションの御曹司だと明かしていなかったから。たかしくん、あなたは。ごめん。常務の姿を見た時よりも、さらにショックを受けているような。顔面蒼白の舞さんを、俺はもう直視することができなかった。まったく、一体何のためにわざわざ同行させたと思ってるんだ。え？今回は挨拶だけだと、早々に井上コーポレーションを後にすると、ビルを出たところで、常務は大きな舌打ちをした。ずいぶん親密な仲のようだと言うから、何かしら説得の役に立つと思って連れてくれば、始終ぼーっと座っているだけ。相変わらずの薄のろだな、お前は。常務？まるで別人のように態度を変えて、何度も舌打ちをしながら、俺を冷たい目で見下ろす姿には、もうどこにも、優しい鈴木のおじさんの面影は残っていなかった。どうして俺たちのことを？会社近くの繁華街で何度も飲んでいれば、人の目にもつくだろう。部下の中で見ていた奴がいるんだよ。当時はまだ、買収の話は持ち上がっていなかったがな。本当に、井上サイバーテックを買収するつもりですか？父は。社長は今後、若者向けのインターネット事業に力を入れようと考えている。新たに人材を集めるよりは、その方面に強い会社ごと買った方が手っ取り早いからな。常務、いえ、鈴木のおじさん。あなたは本当に。うるさいな。地を這うような低い声に、俺の肩がビクッと震えた。黙って指示に従っていればいいんだよ。御曹司とはいえ、今のお前は私の部下だ。余計なことを言いふらせば、理由をつけて追い出せる程度の信頼を、お前の父親には受けているんだからな。振り向いた常務の顔は、にやりと不気味に歪んでいて、もともと気の弱い俺は、その迫力に口を閉ざすほかなかった。それから数日後、ダメ元で連絡を取ってみると、舞さんは意外にもあっさりと応じてくれて、俺たちはお互いの会社の中間にあるカフェで待ち合わせをすることになった。騙していたのね、ずっと。何の感情もない、冷え切った声色で。後から到着した舞さんは、椅子に座ると同時に切り出してきた。おかしいと思ったの。自信がない様子の割に、やけに経営の知識を持っていて、私にアドバイスをしていたのは、
それに過去つけて会社の内情を聞き出すため？そんな、違うんだ。俺はただ、舞さんの役に立てればと。心を開かせて、買収を進めやすくするために？だから、そうじゃなくて。ならどうして素性を秘密にしていたの？明かすタイミングはいくらでもあったはずなのに。それは。井上サイバーテックと渡辺コーポレーションの IT 部門は同じ業界で競い合うライバル関係だった。俺がライバル企業の後継ぎだと明かせば、舞さんとギクシャクしてしまうのではと。勇気がなかった俺は本当のことを言えなくて、結局、舞さんを傷つけてしまって、ごめんなさい。俺が頭を下げるのと同時に、舞さんはガタッと席を立った。もう二度と会いたくない。今日はそれを伝えに来たのよ。待って、舞さん、俺は。買収もさせない。父が残してくれた会社は、社員たちは私が守るから。たかしくん、あなたの力は借りずに。さようなら。その一言が、ずしんと心に重くのしかかった。常務に役立たずはいらないと補佐役から外された俺は、もう二度と舞さんに会えないから。俺がここで諦めてしまったら。嫌だ。諦めたくない。こんな俺にもできることがあると、舞さんが自信をくれたから。俺は立ち去る彼女の後ろ姿を見つめながら、ある疑問を繰り返していた。だけど、どうしてこのタイミングで。今回の件には妙な部分があった。井上サイバーテックの技術が目的なら、もっと他にタイミングがあったはずだ。急な社長交代の混乱と、経営不振に揺れていた、ほんの数ヶ月前の方が、経営を立て直し、社内が一丸となった今よりもずっと、買収しやすかったはずなのに、インターネット事業の強化は、父さんが急に言い出した。いや、そんな人じゃない。少なくとも1年前には思いついているはずだ。考えるほど違和感が深まっていく。今回の買収話、これが舞さんにも得になるなら、もう彼女に会えないことも、時間をかけて受け入れられたかもしれない。けれど、そうではない可能性に気づいてしまった今、見て見ぬふりはできない。俺は独自に買収の裏にあるものを調べ始めた。そして、1週間ほど経った頃、外出先から戻ってきた父を、俺は社長室の前で待ち構えていた。父さん、話があるんだ。会社では社長と呼べ。それから、用がある場合は、遅くとも前日に約束を。お願いします。初めて聞く俺の大声に、父は少し面食らったのか、顔にこそ出さなかったものの、社長室に入ろうとしていた足がピタッと止まった。手短に済ませろ。私は忙しい。振り向きもせず、ぶっきらぼうな口調だったけれど、父は俺を社長室に入れてくれた。それで、話とは？これを見てほしい。見ていただけませんか、社長。椅子にドカッと腰を下ろした父へ、俺は用意してきた資料を差し出した。これは？俺なりに、調べた結果をまとめました。鈴木常務の怪しい動きについて。なんだと？父の声色が一段階低くなる。子供の頃から無口で威圧感のある父が苦手だった。特に怒った時の父が、この買収は危険です。社長は鈴木常務に利用されているかもしれません。それは本気で言っているのか？さらに声を低くして、椅子から立ち上がる父、静かな目で俺をじっと見下ろす。それはかなり怒っている時のサインだ。俺は今すぐ逃げ出したいほどの恐怖に駆られながら、腹にぐっと力を込めて、かろうじてその場に踏みとどまった。本気です。今すぐ買収を中止すべきだと俺は。話にならないな。社長、父さん。買収は私の判断であり、決定だ。お前にそれを覆せるはずがない。出来損ないで、これまで失望しかさせてこなかったお前に。バサッと、父が払いのけた資料が床に散らばった。それを拾って出て行け、と、たった一言だけを無情に告げると、父はもうすでに、俺の方を見てすらいなかった。失礼します。
資料を拾い集めて出入り口に向かう。そんな俺の背中に、父は耳を疑うような言葉を投げかけてきた。向こうの色仕掛けに引っかかり、会社を裏切るつもりか。鈴木の報告通りだな。父の言葉が、まるで鋭い刃物のように、俺の背中に突き刺さった。振り向くと、父の冷たい眼差しが俺を見下ろしていた。その目には、失望と怒りが渦巻いていた。彼女はそんな人じゃない。思わず、声を荒げてしまった俺に、父は冷笑を浮かべた。お前に何がわかる？世間知らずのアマちゃんが。その言葉に、胸の奥がズキンと痛んだ。幼い頃から、俺は父にこう言われ続けてきた。お前にはわからないと。俺だってちゃんと見てきたんだ。彼女の努力を、誠実さを。必死に言葉を紡ぐ俺を、父は冷ややかな目で見つめた。努力、誠実さ、笑わせるな。お前のような経験不足な者に、ビジネスの裏側など見抜けるはずがない。違う、舞さんは。舞さん。父が眉を潜める。もう名前で呼び合う仲か。鈴木の言う通りだ。お前はすっかり骨抜きにされているな。父は立ち上がり、窓際に歩み寄った。外の景色を見つめながら冷たく続けた。自分の会社はないがしろにして、他人の会社に一丁前に首を突っ込むとはな。渡辺コーポレーションの跡取り息子がやることか。その言葉に、俺は言葉を失った。確かに、最近は舞さんの会社のことで頭がいっぱいだった。お前は自分の立場を分かっているのか？父が振り返り、鋭い眼差しで俺を射抜いた。ここ半年、お前の業務成績は目を覆うばかりだ。部下からの信頼も失いつつある。それなのに、よその会社のことばかり。一体何のつもりだ？それは、黙れ。父は手で制した。お前には、この会社を継ぐ資格などないと思っていたが、まさかここまでとはな。他人の会社に浸水して、実の親の会社を裏切るとは。違います。俺は声を振り絞った。俺はこの会社のことを裏切ろうなんて思っていません。それに舞さんは、本当に真剣に経営と向き合ってる人です。俺は彼女から多くのことを学びました。学んだ。父が嘲笑う。何を学んだというのだ。女に惑わされる愚かさでも、それとも、実の親の会社をないがしろにする不忠義でも。もう出て行け。お前と話す時間が無駄だ。ドアをバンと乱暴に閉めたのが、俺にとって最初の反抗だった。心臓が過去一番にドキドキして、壁にもたれないと立っていられない。それでも、情けない。こんなところで止まっていたら、本当に二度と舞さんに会えないぞ。何でもすぐ諦めていた俺は、いつの間にか随分諦めが悪くなっていた。買収を止めたい。舞さんの誤解を解きたい。もう一度会って、舞さんにあなたが好きですと伝えたい。どれ一つだって諦めたくないから。舞さん！この日の夜から、俺は井上サイバーテックの前で、舞さんを待ち伏せするようになった。いい加減にしてください、渡辺さん。最初のうちは、俺に気づくなり、顔をしかめて、無視して通り過ぎていくだけだった。それでも俺が毎日必ず、舞さんが退社する頃、ビルの正面に立っていると、ようやく立ち止まって、呼びかけに答えてくれたのだった。社員たちも不審がっているんです。会社にクレームを入れますよ。それでもいいから、最後に一度だけ、俺の話を聞いてほしいんだ。ちょっと声が。もう、わかったから。本当に？わかったから、静かにして。そんなに大きい声が出る人だった？たかしくん。周囲の目を気にした舞さんは、しぶしぶながら俺の後についてきてくれた。彼女を連れて行った先は、二人で何度も一緒に飲んだ、あの居酒屋。カウンターの隣同士に座ると、舞さんも、なんだか懐かしいと独り言を漏らした。それで、話って？誤解を解きたいんだ。俺が舞さんを騙そうとしたんじゃないって分かってほしい。どうでもいいわ。もう、今度こそ、人を信じないって決めたから。それでも、
それでもいいから聞いてほしくて、俺は話し始めた。俺たちが出会ったのは、本当に全くの偶然だったこと。常務が買収の話を切り出すまで、俺も何一つ知らされていなかったこと。そして、好きなんだ、舞さんのことが。やっと伝えられた。舞さんのおかげで。私の？そうなんだ。もし出会えていなかったら、俺は変われないままだったから。子供の頃から、おどおどと引っ込み思案な性格だった。できるだけ他人と関わらず、一人で過ごしていたい。そんな願いとは裏腹に、代々続く有名企業の社長を父に持っていた俺。学校では嫌でも注目の的になり、常にからかいの対象だった。おい、たかし、新しいジュースの CM 見たぞ。買ってやるから真似してみろよ。やだよ。聞いたか？やだよだって。そんなんじゃ父ちゃんの後を継げないぞ。やめて。声が小さくて聞こえませんよ、高橋社長。何を言っても笑いの種にされる。もともと人と話すのが苦手だったのに、そのせいでますます嫌になって、やがて高学年になった頃には小学校に通うことすら難しくなった。息子が不登校とは恥ずかしくて表を歩けないな。あなた、そんな言い方。母は味方になってくれたものの、父は完全に俺を見放した。恥ずかしい息子。我が子とは思えない出来損ない。大人になっても社長の器ではない。そんな父の言葉を何度も耳にして、俺も完全に自信を失った。自分にできることは何もないと、最初から諦めてかかるようになった。舞さんと出会うまで。人に信じてもらうのが、その気持ちに応えるために努力するのが、あんなに嬉しいことだったなんて、あの時まで知らなかったんだ。舞さんがありがとうって言ってくれるまで、それまで、俺のすべては、これ以上父を失望させないことだった。周囲の目に苦しみながら、中学から大学まで通い、父に言われるがまま会社にも入った。そして、やはり父の指示で部署を転々とした4年間。自信なんて持てず、どんどん自分を嫌いになっていくばかりだったのに、今は失望されることより、舞さんに誤解されている方がずっと嫌だ。たとえ舞さんにどう思われても、せっかく好きになれた自分を嫌いになりたくない。俺の気持ちは消えたりしないから。舞さん、あなたが好きです。その顔をまっすぐに見つめて、はっきり伝えると、舞さんの目には、みるみるうちに涙が滲んで、やがて大粒の雫がポタッとカウンターの上に落ちた。俺に舞さんを守らせてほしいんだ。舞さんが大切にしている会社ごと。鈴木と戦うつもり？無理よ。父でさえ最後まで裏切りに気づけなかったのに。確かに強敵だけど、俺は諦めないよ。たとえ会社を辞めることになるとしても。たかしくん。舞さんの瞳が不安そうに揺れる。ダメ。買収は私が阻止するわ。絶対に。俺が信じられないから？あ。否定はしない。けれど、そうとも言わない舞さん。彼女は、俺を心配してくれているのだと分かった。会社を辞めれば、父とも縁を切ることになるかもしれないから。辞めないよ。え？今は自分の意志で、父の後を継ぎたいと思っているから。舞さんのことも、自分のことも、どちらも諦めたくない。それは欲張りすぎかな。そうね。うつむいていた顔を上げた舞さんは、小さく微笑みを浮かべていた。だけど、今のたかしくんが私も好きよ。え？本当は、たかしくんを信じたかった。裏切られたと思ったのに、それでも信じたい気持ちは消えなくて、今は私にあなたを信じさせてほしいと思ってる。舞さん。うん、そうじゃない。首を横に振って言葉を打ち消すと、舞さんは俺をまっすぐに見て、きっぱりとした声で宣言したのだった。どんなことがあっても、大好きな人を信じ続けられる自分になりたい。守られるんじゃなくて、一緒に強くなりたい。こんな私は嫌？最後に少し不安そうな調子で付け足された言葉に、俺は笑顔で首を振ってみせた。まさか、
むしろ、ますます好きになったよ。あ、湯気が出そうなほど真っ赤になった顔を見て、俺は声を上げて笑った。そして、ますます愛しい気持ちが強くなる。彼女にもまた、あの見とれるほど眩しい笑顔を見せてほしいから、俺は鈴木常務と戦う決意を新たにしたのだった。まったく、御曹司に頭を下げられるとは、思った以上に気分がいいものだな。たかしくん。何度繰り返したかわからない言葉を、常務はニヤニヤと笑いながら俺に投げかけてくる。舞さんの誤解を解いて、お互いの気持ちを確かめ合えた後、俺は常務に頭を下げて、補佐役に戻してもらえるよう懇願したのだ。本当にありがとうございました常務。これほど重要な仕事に、俺のように何の取り柄もない人間を使ってくださって、必要以上にへりくだった態度を見せると、常務はますます機嫌を良くした。役立たずは大嫌いだが、己の分をわきまえた人間は嫌いじゃない。ま、お前も案外見どころがあったということだ。わかっているな、今日は。もちろんです、常務。今日は、渡辺コーポレーションと井上サイバーテック、2社合同の取締役会が開かれる。ここで協議の結果、双方の取締役たちが納得すれば、今回の買収は成立する。私が指示した通りに動くだけでいい。お前程度でもこなせる、実に簡単な仕事だろう。その上買収劇の表舞台に立たせてやる私は、なんて部下思いの上司なんだろうな。はい、ありがとうございます、常務。よろしい。では行こうか。はい。足取りも軽やかな常務の後に続いて、俺も取締役会の会場、渡辺コーポレーションの会議室に向かう。舞さん、昨日の夜、最後に聞いたたかしくんを信じるからという声を思い出しながら、会議室に入ると、すでに到着していた井上サイバーテック側の表情は一様に暗かった。それもそのはず。今回の買収はかなり不平等なものだ。大企業の権力に物を言わせ、経営資金と引き換えに会社を乗っ取った。後にそう揶揄されても仕方がないほど。俺たちは強引に井上サイバーテックを子会社化するから。協議とは名ばかりで、実際はすでに結果が決まっている。あとは、社員や取引先が不利益を被らないよう、できる限り交渉しよう。うつむく舞さんの表情は、そんな思いを物語っていた。始めようか。一番奥の席に座る父の号令で、取締役会はスタート。まずは、すでに通達されている買収条件について、常務が改めて説明する。それにつれて、舞さんたちの表情はさらに暗く、硬くなっていく。そして、それでは続いて、渡辺くん、頼むよ。はい、常務。肩をポンと叩かれて、控えていた俺が前に進み出る。井上サイバーテックを子会社化した後、俺たちがどう運営していく計画か、それを発表する番だ。これまで常務の手足となって動き、彼の信頼を得た俺は、その役割を任されることになったのだった。たかしくん。ふと目が合った舞さんは、口元だけを動かして、俺の名前をつぶやいた。それに、俺は小さくうなずいてみせる。大丈夫だと。それでは、始めさせていただきます。一礼すると、俺はパソコンでプレゼンテーションソフトを起動。会議室正面のスクリーンに、運営計画の資料が表示された。その時だった。え？誰かが声を上げた。同時にざわざわと、会議室に妙な雰囲気が広がっていく。その原因に常務が気づいたのは、取締役たちの中で一番最後だった。おい、なんだそれは！スクリーンをまっすぐに指さす常務。父の前では隠していた素顔さえ、あまりのことであらわになりかけている。ご覧の通りですよ、常務。笑顔は営業の心強い武器。舞さんや営業部の同僚たちのアドバイスを思い出して、俺は微笑みを作って、常務とまっすぐに向き合った。これより発表を始めさせていただきます、鈴木常務。常務が絶句したのを合図に、俺はスタートさせた。鈴木常務は不正を行っている。そんな告発文から始まる、今日まで密かに準備してきた発表を。何をバカな。
ふざけるのはやめろ。今すぐに。どうなってるんだ？真実なのか？常務の怒号にあちこちから上がる困惑や疑問。会議室には様々な声が入り混じるが、俺を睨みつける常務以外の目は揃ってスクリーンに釘付けだった。静かにしろ、鈴木。社長。スクリーンを注視したまま、静かな声で常務を制する父。そして続けろと一言だけ俺を促した。それでは、俺は調査によって明らかにした真実を一つ一つ説明していった。ライバル企業の社員とつながり、会社の情報を外部に流出させていること。その立場と会社の名前を悪用して、下請け企業から賄賂を受け取っていること。そして、今回の買収についても。井上サイバーテックを子会社化した後、自ら手を回して経営を悪化させることで、会社の価値を下げる。そして、以前から技術力に目をつけている企業に買収させる。そんな計画であったことを、俺は常務本人の前で暴露したのだった。会社の価値が下がる分、常務とつながっている企業は買収コストを抑えられる。その見返りとして、常務はキックバックを受け取る予定だった。違いますか？違う。さっきからデタラメを並べ立てて、一体どういうつもりだ？証拠はあるのか？証拠は。ないと思いますか？当たり前だ。でしょうね。俺がうなずくと、常務はへっと、すっとんきょうな声を上げた。そう。すぐにわかる証拠を残しておくほど、常務は伊達に父が信頼する部下ではなかった。へりくだるふりをしながら、その裏では調査を進めていた俺だったが、なかなか常務を糾弾できるだけの証拠をつかむことはできず、だんだん取締役会の日も迫り、焦り始めた頃、ふと、舞さんの言葉が脳裏に蘇ってきた。よくも私の前に、平気な顔で父を裏切ったくせに、強い恨みを買っている相手の前で、笑みを崩さず、平然としていた常務だ。悪事に慣れているのは明らかで、彼を恨んでいる人間は、他にも大勢いるのではと考えた。そこで俺は、お願いします。助けてください。父に自分の計画を明かし、協力してくれるよう頭を下げて頼んだ。もちろん父も最初は、俺の言葉に耳を貸さず、何度も社長室から追い出したが、俺は何度追い出されても、決して諦めなかった。舞さんが話を聞いてくれるまで、何度も彼女の元へ通ったように。すると、お前は取締役会を台無しにするつもりか？初めて、父から出て行け以外の言葉が返ってきた。え？その覚悟があるのかと聞いている。責任を取る手立ては？ある。ちゃんと考えてる。それ以上、言葉が返ってくることはなかったが、それから1週間ほどかけて、父は自分の人脈を使い、過去に常務と関わりのあった人々を洗い出してくれた。徹底的に証拠を消しても、人の口に戸は立てられない。一人一人の元を地道に訪ねて回ると、やはり常務に恨みを持つ人間も少なからずいて、彼らから集めた証言をもとに、俺は調査を一気に進めることができた。そして、最後の、そして最大の証拠は、あなたが提供してくれたんですよ、鈴木常務。私が。まさか、あそこまで油断してくれるなんて、薄のろ御曹司だった時間も、決して無駄ではなかったということかな。何を、言葉の意味に気づいた常務は、途端にさーっと顔を青くした。俺が常務にへりくだっていたのは、見下している俺の前で尻尾を出す瞬間を待っていたからでもあった。すると案の定、この取締役会の直前、俺もいる常務室で誰かと電話を始めて、それは誰が聞いても、キックバックを受け取る算段について話しているのが明らかだった。証拠なら、すべてここにあります。数百ページにも及ぶ常務の不正を裏付ける書類。そして、とっさに電話の内容を録音したボイスレコーダー。自信満々にないと言い切った証拠を目の前に突きつけると、常務は顔面蒼白で、どさっと床に尻餅をついた。後で言い逃れできないよう、この姿を父以外の取締役たちにも見て欲しかったから。
俺は告発の日を全員が集まる今日に決めたのだった。どういうことだ？説明したまえ、鈴木常務。君はずっと渡辺社長を裏切っていたのか？案の定、会議室は取締役会どころではない大騒ぎに。そこへ、おもむろに立ち上がった舞さんが、さらなる衝撃の事実を投下した。そこにいる鈴木は、かつて、井上サイバーテックに甚大な打撃を与えました。その証拠が、ここにあります。あ！古びた分厚い資料の束を、舞さんが目の前に突きつけると、常務は驚愕に目を見開き、言葉も出ない様子で口をパクパクさせた。どうして15年も経って、今更、そう言いたいんでしょう。これを社長室の隅で見つけたのは、つい最近よ。あなたに裏切られた後、父も高志くんのように調査を進めていたの。あなたを糾弾するために。もう自分以外にあなたの被害者を出さないために。最後は声を震わせながら、舞さんは叫んだ。先代社長に代わって彼の無念を少しでも晴らすように。社長では本当に？あの男が、かつて会社を倒産寸前に追い込んだ裏切り者の正体を、井上サイバーテックの取締役たちも知った。全員が一斉に立ち上がり、へたり込んでいる常務を睨む。渡辺コーポレーションの取締役たちも、舞さんの告発を受けて、一斉に常務を睨んだ。四方八方から、憎しみや非難の視線を浴びせられて、もはや常務は体をガタガタと震わせることしかできなかった。高志！重苦しい空気を、父の一言が打ち破る。そちらを向くと、父の目は無言で訴えかけていた。どう始末をつける気だと。俺は一瞬だけ下を向くと、大きく深呼吸をして。皆さん、ここで私からご提案があります。全員の注目を集めるように、声を張り上げた。それどころではないだろう、渡辺くん。苦言を呈した副社長は、父の鋭い視線によって口を閉ざした。しんと静まり返った会議室の中には、俺の声だけが響く。私の提案は、協業です。子会社化ではなく、事業提携という形で、我々は共にビジネスを展開していくべきだと思います。それは決して、井上サイバーテックが築いてきた伝統や、社員たちを守るためだけではなくて、今回の買収にあたって調べた結果、取引先には、井上サイバーテックだからという理由で仕事を発注する企業が多いことを知ったからだ。誠実な仕事ぶりや確かな技術、他にはないアイデアによって長い年月をかけて築かれたブランド力。それを活かすことがお互いにとって利益になるはずだと。俺は全員の顔を見渡しながら訴えた。井上サイバーテックの技術とブランド力はきっと渡辺コーポレーションの傘下では真に輝かせることができません。井上社長と取締役の皆さん、そして社員の皆さんが一丸となって力を合わせる。今の社風だからこそ十分に発揮されているものだと思います、社長。父の顔をまっすぐに見ながら買収を考え直してくれるように訴える。父はじっとしばらく静かな目で俺を見つめ返して、突然ふっと目をそらした。これが弊社のご提案です。いかがでしょうか、井上社長。父の新たな視線の先。それは、今にも泣きそうな顔をしている舞さんだった。それは、社員たちをリストラしなくてもいいということですか？こちらから人員整理を指示することはありません。対等な立場で共にビジネスを行う協力関係を作るのが事業提携ですから。社員たちには、それぞれ自由にアイディアを生み出して実現させていってほしいです。それが制限されることは。もちろん、御社がこれまでの社風を守り、なおかつブランド力を強化して、さらなる成長を遂げられること。それを、弊社は喜んで後押しさせていただきます。聞いたことのない穏やかな声で、父が舞さんに語りかけるものだから、俺は面食らって、とても自分が知っている父だとは思えなかった。よろしくお願いいたします。ぜひ。とうとう溢れた涙とともに、舞さんは父に両手を差し出した。それを父は自分の手で優しく包んで、二人は握手を交わした。ここに協議は成立し、
二つの会社は事業提携を行っていくことになったのだった。愚かだな。二人で舞さんを送りながら会社の外に出たとき、父は俺の隣でぽつりとつぶやいた。世間体ごときを気にして、お前と距離を置いたことを、今更になって後悔するとは。虫のいいやつだと、お前には軽蔑されるだろうな。父さん。不登校になった俺を世間体のために我が家の恥、出来損ないとなじったこと。一人きりで悩みながらも少しずつ成長していく俺に向き合わなかったこと。頭からどうせ高志だからと決めつけて俺の訴えに耳を貸さなかったこと。ぽつりぽつりと父は独り言のように次々と後悔を口にした。立派だった。立派になったんだな、高志。それに長い間気づかなかったことが一番愚かなのかもしれない。すまなかった。父が謝罪する言葉を生まれて初めて聞いた俺は驚きのあまり、今更なんて怒ることもできなかった。ありがとう、さっきは賛成してくれて。会社の利益になると思ったまでだ。そっか。まだ少し他の親子よりは距離がある。それでもこれから少しずつ溝を埋められるかもしれない。そのことが嬉しくて俺は胸がいっぱいになった。井上社長、舞さん。静かに俺たちの会話を聞いていた舞さんに父は呼びかけた。ビジネスの相手ではなく息子の恋人として。ありがとう。不甲斐ない私に代わり息子と向き合ってくださって。高志が見違えるほど成長したのは高志自身の努力ときっとあなたの存在があったおかげだ。これからもよろしくお願いします。そう言って頭を下げながら父が差し出した手。それを見た舞さんは、こちらこそこれからも高志さんと支え合っていきますから、どうか見守っていてくださいね。その手を優しく包み込むと、再び父と握手を交わした。俺に向かって見とれるくらい眩しい微笑みを浮かべながら、その後、長年の悪事が明らかになった鈴木常務は、取締役の全会一致で懲戒解雇が決定。さらには、情報漏洩など、会社に損害を与えた様々な行為で裁判を起こされ、次々と損害賠償の判決が出ている。彼に恨みを持つ多くの人々も続々と声を上げていて、裁判と償いの日々は今後も長く続きそうだ。かなり溜め込んでいた資産はすでに賠償金の支払いで空っぽだという噂だが、俺は経営に関する知識が認められて、父にも正式な次期社長候補に指名された。まだ候補なのが相変わらず厳しい父らしいけれど、俺は経営企画部に移動し、会社を動かす経営戦略の立案に関わっていくことに。これまで各部署で得た経験を活かして、俺が目指すのは社員それぞれの才能を発掘してフルに活かせる会社づくりだ。まだまだ学ぶことは多いけれど、俺は今の仕事が好きだ。尊敬する経営者である父の近くで働いている今の自分が好きだ。俺だけでなく、誰もがそう思える会社を作るために、これからも自分の役割を全力で果たしていくつもりだ。そして、たかしくん、舞さん、お疲れ様。お互い多忙な中でも、俺たちは週に1回は必ず顔を合わせている。俺は次期社長修行の一環で、井上サイバーテックとの事業提携で、責任者も担っているからだ。ありがたいことに、2社合同で開発した新たな動画配信サービスは、若者を中心に大きな話題を呼んだ。どちらの会社も評判が大きく高まり、過去最高利益を更新することができた。その成功を受けて、今後も様々な事業で協力していこうという話になっていて、定期的な打ち合わせの場が、俺と舞さんが2人で過ごせる貴重な時間だ。ねえ、来月から打ち合わせを週2回にしない？不意に舞さんがぽつりとつぶやいた。どうして？だって、ごめんなさい。今のは忘れて。私ったら、たかしくんが修行を頑張っているのを知っていながら、額に手を当てて首を横に振る舞さん。私の方が年上なのに。俺はなんとなく、
彼女が言いたかったことを察して、わざと別の提案をした。週3回でもいいよ。舞さんとは毎日会っても足りないくらいだから。あ、俺は最近なかなか会えなくて寂しかった。舞さんもそうだったら嬉しいんだけど。たかしくん。じとっとこちらを睨む舞さんの顔は真っ赤だ。やっぱりすごく変わったわ。出会った頃と。そうつぶやく声に俺が笑い声を上げると。舞さんはそっと耳元に顔を近づけてきた。じゃあ、こういうのは毎日一緒にいられるわ。え？今度はきっと俺が真っ赤になった。舞さんは、お父さんに挨拶しなきゃね、とにっこり笑って囁く。まさか、先にプロポーズされるなんて、こっちも密かに準備を進めていたのに。とても素敵なご提案だと思います。そうでしょ？クスクスと笑う舞さんに、俺は降参のポーズをした。これからもきっと、彼女の方が一枚上手だろう。けれど、それがきっと、俺たちにとって幸せの形だ。だって今でさえ、こんなにも幸せな気持ちが溢れてくるから、ずっと一緒にいよう、舞さん。二人で幸せになりましょう、たかしくん。俺たちは顔を見合わせて、誓いの言葉を伝え合った。そして、新しい毎日に向かって、二人で歩み始めたのだった。俺は、絶対に自分が変われないと思っていた。けれど、それは思い込んでいただけだった。変わりたいという強い思いが宿った途端に、俺の気持ちは前を向き始めた。そして、自分を取り巻く環境ごと、大きく変わり始めた。自分の限界を決めることなく、迷った時は進み続けよう。そうすれば、きっと光が見えてくる。進み続けた日々が報われる瞬間は、きっと、目の前に訪れるはずだから。